皆さん、こんにちは。元気ですか？日本は本当に暑くなってきました。体調気をつけてくださいね。はい。今日は日本語を勉強している人からよく聞かれる質問について答えます。それは、日本人の友達を作るにはどうしたらいいですか？という質問です。日本に1年住んでいるけど、日本人の友達がいない。みんな優しい。でも、距離が縮まらない。こんな悩みを持っている人はとても多いです。そこで今日は日本人の私が思う日本人と友達になる方法についてお話しします。ネイティブスピーカーと会話をする。仲良くなることは言語習得にとても効果があります。ぜひこの動画で紹介するコツを使って日本人と友達になってみてください。実はこのチャンネルを始めてすぐぐらいにも同じような動画を出したことがあるんですけど、新しくお話ししたいことができたので改めて動画を撮りました。あと、昔の動画は音質がすごく悪いから聞きづらいかなと思って。今もあんまり良くないかもしれないけど、音質を良くする方法を知ってる人がいたら教えてください。ということで、この動画で改めて日本人の性格や日本の文化をもとに日本人と友達になるためのコツを紹介します。まず一番大切なこと。日本人は仲良くなるのに時間がかかります。日本人同士が友達になるときでも最初はよろしくお願いします。今日はありがとうございました。というような少し距離のある関係から始まります。そして何回も会って少しずつ話して少しずつ信頼ができてやっと友達になります。つまり時間と会う回数がとても大切なんです。これは他の国でもそうかもしれないんですけど、日本では特にそれが強いです。もちろん、イエーイみたいな。すぐに友達になれるような明るいタイプの人もいます。でも少ないです。もし日本人とすぐに仲良くなれなくても嫌われていると思う必要はありません。日本人はゆっくりじっくり仲良くなるタイプと覚えておいてください。だから日本人と友達になるためには何回も会うことがとても大切です。自分から積極的に遊びに誘ってみるのもいいと思うし、何度も会う場所に行くっていうのもいいと思います。例えば、毎週同じ人と会う習い事を始めてみるとか、アルバイトを始めてみるとかね。そう、さっきも言ったけど、自分から誘ってみることが大事です。日本人は子供の頃から人に迷惑をかけてはいけませんと強く言われて育ちます。これはいい文化
でもあるんですが、人間関係においては少しネガティブに働くことがあります。どういうことかというと、今話しかけたら迷惑かな？急に遊びに誘ったら嫌かな？と考えてしまうんです。つまり、あなたを嫌っているわけではなく、あなたに失礼なことをしたくないと考えすぎて積極的に動けない人が多いんです。だから、あなたから話しかけてもらえたら、あ、話していいんだってなると思います。日本人同士でもよく起こることで、特に私は大学生の時にこれを感じていました。大学では話したことはあるけど、そこまで仲良くない友達がたくさんできます。で、大学の中で会ったりすると、絶対、久しぶり、今度遊ぼう。絶対遊ぼう。また連絡する。みたいな会話があります。そして、大体の場合、遊びません。誘ったら迷惑かな。相手が連絡をくれたら遊びたいなとお互いに思ってしまっているんじゃないかなと思います。だから皆さんから話しかけてもらえたり誘ってもらえたりしたら日本人はきっと嬉しいと思います。距離を急に詰めすぎるのも良くないですけどね。誘うときはまず直接遊ぼうって言ってみて、そのまま話が進めばそれでいいです。その場だと緊張してしまうという場合は、後から LINE などで連絡するのもいいと思います。昨日話したラーメン屋行こう、いつ空いてる？みたいな感じで連絡したら、来週の土曜日空いてるよ、みたいな感じで予定を決められると思います。ここで曖昧な返事、あんまり行きたくなさそうな返事が来たら、しつこく誘うのはやめましょう。日本人と友達になる方法という動画を撮っておいてなんですが、日本人と友達になりたいという気持ちが強すぎて、相手にそれが伝わってしまうと仲良くなりにくいです。私に興味があるんじゃなくて、日本人だから仲良くしたいだけかと思われてしまうかもしれないからです。日本人ではなく、その人自身と仲良くなりたいという気持ちが大切です。日本人だからって全員お寿司が好きなわけでもないし、アニメに詳しいわけではありません。もちろん話題の一つとしてそういう話を使うのはいいと思いますけどね。だから会った時にいつも日本語の質問ばかりするとかはやめておきましょう。もし向こうも言語を勉強していて練習のパートナーとして関わるならそれもいいかもしれないですけどね。相手の話を聞いているときにリアクションを取ることを相槌を打つと言います。日本人は自分が話しているとき、相手の相槌がないと不安になります。
だから、相手の話を聞くときは、とか、へーとか、マジかとか言いながら聞いてあげてください。うなずくだけでもいいですよ。リアクションが大事です。ただ、リアクションを入れすぎると、それはそれで嫌がられるので、ちょうどいいぐらいにしましょう。難しいですね。ポイントは、相手が話を区切ったタイミング。例えば、何々じゃん？何々したの？みたいなタイミングで相槌を打ってみましょう。例えば、昨日さ、カレー食べに行ったの。めっちゃ美味しかったんだけどさ、超並んでて、暑すぎて死ぬかと思った。って言ってきたら、カレー食べに行ったのの後に、っていう感じです。そうすると、日本人は、ちゃんと話を聞いてくれているんだなと思って、安心して会話をすることができます。これは当たり前のことですが、一緒にいて恥ずかしいと思うような人と友達になりたくありませんよね。日本人の中には外国の人って少し怖いかもと思っている人もいます。そういう人は外国人は日本でのマナーを知らないと思っています。だから、もしあなたが日本のマナーをちゃんと守っていたら、思ってたよりも怖くないかも。仲良くなりたいかも。と思う日本人もいると思います。できてる人がほとんどだと思いますが、時間を守る。約束を守る。お礼をちゃんと言う。店員さんには丁寧に接する。電車の中では大声で話さないとかね。そういうところを気をつけていきましょう。あとは、清潔感があるかどうかもかなり重要です。匂いに気をつけるとかね。ちゃんと気をつけている人でも、香水の匂いが強いなって感じる時もあるから、つけすぎないようにした方がいいかも。はい、今日は日本人と友達になる方法というテーマでお話ししました。日本語が下手だから友達ができませんという人もいます。まだ日本語に自信がないし、恥ずかしいと思う気持ちはわかります。でも考えてみてください。日本語が下手だねとバカにしてくるような人と友達になりたいと思いますか？思わないですよね。そういう人はこっちから願い下げです。大切なのは話したいという気持ちです。日本語がそんなに上手じゃなくても話したい、友達になりたいという気持ちがあれば話してくれる日本人は絶対にいます。少なくとも私は話してみたいなと思います。もちろん勉強する気がないのは良くないですよ。一生懸命日本語を勉強しているっていうのは大事です。日本語を話せて損をすることはないので、一緒に勉強を頑張りましょう。そして、これは日本語以外にも
言えることですが、とにかくやってみるということが大事だなと思います。準備ばっかりしていては何も始まりません。実践しながら修正していくんです。日本人と話している中で文法を間違えてしまうかもしれません。単語を忘れてしまうかもしれません。大丈夫です。間違えたとき、わからないことがあったときは、成長のチャンスです。完璧な日本語を目指してから話すのではなくて、少し間違えてもどんどん話しましょう。その方が日本語も上手になります。友達作りは日本人でも難しいものです。だから焦る必要はありません。少しずつ会話をして、少しずつ信頼を作っていけば、きっと素敵な友達ができます。皆さんもぜひ今日から勇気を出して話しかけてみてください。それが日本人の友達を作る第一歩になります。ということで本日は以上になります。最後まで聞いてくださってありがとうございました。そしてメンバーシップをしています。動画のトランスクリプトも公開しているので、もし応援、サポートをしてもいいよという人がいたら、ぜひメンバーシップの参加よろしくお願いします。また次のエピソードでお会いできたら嬉しいです。よろしければチャンネル登録お願いします。